いちいちやって整えてなんつっていうとね、ちょっとね、時間がかかるもんですからね、どんどんかけていっちゃうんですよね。心拍の繊維っていうのは、先ほどの心拍でも話したと思うんですけど、ねじれには強いんですよ。ねじってる、一定方向にねじってる分には大丈夫ですから、ねじったのを戻さないようにしてくださいね、その代わりね。十分気が対応してくれる。心拍の繊維っていうのは強いですから、そういう意味では。強いからって何度もやっちゃダメですけど、いけんからですからね。細い枝の中で針がね、3種類使い分けてますからね。ああ、なるほど。はい。番線でいうと20、21、22という番線ですかね、今。それを使って今この木をかけてるんですね。
これで大きい表がね、だったんですけどね、これからちょっと枝の調整をね、こうやってやって、バランスを取りながらしていくということですね。はい。
一緒にやはり大枝決めとくと早いですよね、出荷がね。ね、そうなんですね。決めてないとね、いちいち決めて開けてってことになっちゃうとね、非常にそこでロスがあるんですよね。そういったところによってやっぱり早いんでしょうね。そういうことなんですね。やはり仕事を早くするにはそういうことも大事な一つの要素なんですよね。まあ早ければいいっていうことを言ってるわけじゃないんですよ。決してそんなことを言ってるわけじゃなくて、そういうことがねできていれば仕事がねやりやすいですよね。大枝決めるのも大変。その辺が一番難しいです。どの枝が必要でどれがいらなくてっていうことでね、取るわけですよね。そうですね。持って枝を配置する、やはりこの配置するのが難しいってことですかね。でもほとんどもう一度配置したものを動かしてないですよね、こうやってかけてるのね。やはり迷いがあればあっちかなこっちかなってことになってしまうような気がしますけどね。そういうことはあんまりね、ないような気がしますけどね。
でこれでね2週間もすると葉が落ち着いてきますから、はそうするとすごくバランスよく見えるの。今ねかけたばっかりだからちょっとねバランスがちょっと保たれてない。でもこれが木が自然に心拍これからどんどん動きますからね。はいはいもう2週間もするとずいぶん落ち着いちゃったなっていうふうに、私なんかもう2週間ぐらいするとそうやって見てますけどね。あの時とずいぶん雰囲気変わったなっていうふうに。やっぱり今はこうやってかけてね形を整えてるに過ぎないんで、やはり落ち着きってものは木がちゃんと自分でこう表してきますからね。その時に、ああいいもんだなって感じ取れるようにやはり木を見て観察するってことでしょうね。決して私もかけてかっこいいから良くなったねっていうよりも、ここからあと 2週間ぐらい経つと自然の動きで立ちは良くなるよねってところをまあ望んでるというか待ってるわけですよね。非常にいいバランスだと私は思いますけどね。なるほどね。ね、持ってらっしゃる方もまた楽しめると思いますんでね。なんかいいですね。盆栽の手入れは、どんなに科学が進んでも AI が進んでも、人間の手でやるしかないんでしょうね、これね。みんなに見ないでもまだ針金かけてるのってことじゃないですか、これ。なんかこう長い間見させていただいてますとね、この盆栽の手入れってこれみんなまあ今世界どこでもおやりになりますけど、このやり方ってなかなかね失礼だけどなかなかできないことでと僕は思うんだけど、
それ枝の竿って配るじゃないですか。はい。それって自分の感覚ですか？そうですね。感覚だよね。どうしようもないですね。どうしようもないね感覚ですね。それ決まりはないよね。決まらないですね。自分のセンスでしょ。ってことでしょうね。この秋なんかすごい絶妙だと思うんだよな。それ長年の経験でそれが自然になっちゃう。ついてくるわけですね。だからやはりこれね、経験と、経験しかないんですね。やはり最初からそういうことが分かってるわけじゃないですから。やはりいろんな方のいろんな仕事を見て、こういうとこは取り入れた方がいいなとかね、これうまくこういうところ工夫してるなってやはり見るんですよね。それをやはり自分なりに今度は解釈をして自分の仕事に取り入れてきたということじゃないかと思いますけどね。目で見て、はい。それで自分で今度帰ってそれを生かしていく。そうですそうです。だからそれを自分の中で消化できないとダメですからね。そうですよね。やはり物事は誰でもそう、私もそうでしたけど、真似から入るしかないですから、知らないんですから。ただ真似をずっと続けていくのか、自分のものをそこでね、何か作り出すのかという問題じゃないですかね。やっぱ見るのも大事ですね。やはり見ること大事ですね。やっぱりね。どこの世界でも一緒ですね。と思います。やはりこれね、プロの仕事だけじゃなくて、愛好家の方のとこ行ってもね、うまいことやってるな、この人、うまくここ工夫したなって言って、感心するとこありますよ。ありますか？ありますよ。でもそんなこと口にはしないですけどね。やはり、これは自分で取り入れたら、また面白いものを、こういうところを使えば面白いものに変えることできるなっていう、ありますよ。結構あるんですよ。あります。ただやってらっしゃる方はね、ごく普通にやってるんです。それ当たり前のこととして我々見ると当たり前じゃなくて、よくこんなこと気がついたんだってあるんですよ。自分は気がつかないということを気がついちゃう、見て気がつくんですね。なんだなと思ってね。それをやはり取り入れると随分違ってきますよね。やっぱり物を見るって大事ですね。大事だと思いますね。何事でも。漠然と見てるんじゃないですか。見ましたって話じゃなくてね。ですね。観察してそれを消化するってことでしょうね。ですね。やっぱ見ないとダメですね。いろんなものを。そうですね。やはりね、私なんか好きだから日本画が好きでね、線がね大好きなんですよ。日本画の線が。あれを見ちゃうとやはりね、こういうどうしてこんなに描けるんだろうな、なんでこういう線出せれるんだろうって。ね、それも水墨画なんか特にね、色もね、墨絵なんか見てるとね、単色でここまで雰囲気出しちゃう。どういうこういうものを持ってればこんなことできるんだって思いますよ。やっぱりだからそういう絵なんか見ると自然の姿が見えてきてね、そうだね、ああいう雰囲気あったよね、こういうとこ入れたらどうかなとかってありますよ、やっぱり。ありますね。やっぱりそういうことなんですね。思いますけどね。私のね、いとこに加賀友禅やってるいとこがいるんですけど、絵描くんですけどね、やはりその彼なんかもうちに来て、よくこういう姿のものこんな姿に変えることできるねって言われるんですよ。だけど、いや、そっちだってあれだろう、龍の絵こうやって一発で描いてるんだからね、これどうやって描くんだったら、いや、自然に描けるんでって、いや、自然に描けるだと俺ら描けないよ、だからお互いでしょって、これはもうしょうがないんだよって。でも、一つ言えることは、あれだよね、生き物だから、失敗ということもないとは言えないよねって、それはあるよって。だから生き物だから、もし何かあった時には我々のように絵を描いてるのは紙を描いてまた描き換えればいい。でもこの世界は生き物相手だからそんな甘くないねっていうから、その辺はやはり木を知ってこないとダメでしょ。木のいろんなことをね、生理的なことから知ってこないとやはり何もできないからだから、その辺はちょっとまた違うところで難しいとこあるよねって話はしますよ。随分雰囲気変わりましたね。軽快な木になりましたね、やはり。これで楽しんでいただけるんじゃないかなと思いますけどね。抜いてる時はこんなに取っちゃってどうするんだろうっていうくらい大きなもの抜いてますからね。今ね、お客さんが話しましたけどね、
この枝の間絶妙だねって、だから取り方なんですよね。やはりね、昔福島の阿部倉吉さんという方がおっしゃった空間優美、やはり間が大事なんですよね。盆栽間がないとやっぱりちょっとね雰囲気出せませんから、そこの間をどう取るかが難しいんで、変な取り方すると間抜けって言われちゃいますからね、それ非常に難しいところありますよね。やはりこうやって盆栽ですから幹筋枝筋が見えるのがやっぱり一番ね赤さとかはいいと思いますけどね。この前でも飾ったら綺麗じゃないですか。いいですね。きれいになりましたね。綺麗になった。子供が見てると面白いですね。そうですね。面白いですね。やはり最初の段階では枝数多かったですからね。このぐらいにしてちょうど今ちょうどいいんですよ。ちょうどいいですね。で含みかかってくるとまたちょっと重いからちょっとすかそうかなっていう時が必ず来ると思うんですけどね。今回は大きな枝を長い枝を全部外したというところでこの姿を作ったらですけどね。いや変わっちゃいますね。そうですね。まあ今の段階はこれで一応のね、姿を表したということなんですよね。非常にこれらの向きなんかも昔こう筒切って作ったんですけども、自然のように見えちゃってそうですね。ね、こういう肩から出てる枝ですよこれ。これ2日で行ったらこんなとこから出てもダメでしょって話ですよ。そういう問題じゃないんですよね。やはりそういうところを今度気になるような場合があるかもしれないで、やっぱりこうやって水水を切って動きに変えてしまうんですよね。そうするとこれはまるっきり水水がきっとシャリがなく水水だけ出てるとちょっと出方がなっていうふうに見えるかもしれないですけど、やっぱり水水を切っちゃった場合でこう動きが出たことでバランスが取れてきてるんですよね。やはり木作りにはそういうことが大事ですよね。でこんなところなんかもちょっと立ち枝っぽくこうねなってますよね。こういうところなんかもやっぱりこれ作りによってこういう味わいが出てきてしまうんですよね。やはり最初やった時は嫌だなというところもありますよ。でも今になると動きなんですね。そういうことが全てね。だからやはりそういう先を見ながらいろいろ工夫して作るのが盆栽だと思うんですよね。だからこれで仕上がったわけじゃなくて今の段階ではこれが一番今こう見れるというかね、雰囲気的にはいいところじゃないですかということなんですよね。これで2週間もしたら本当に落ち着いてしまいますからね。間違いないね。この裏枝っていうか落ち枝っていうのはもともとこれですもっとその上長いね、それはもっと真後ろに行ってたものなんですかね。真後ろっていうかこれだから昔下げたんですよ。まあ平らっていうかもうその記憶はちょっとないんですよ。で当時はねこういうところの小枝を随分作ってはぐみで作ってたんですよね。でもやはり木が古くなってきてバランスを取りながらだんだん抜いてきて、だから今すごくいい落ち枝に変わってますよね。動きが良くて。やはりこういうところで動きを出してるからいいんですね。まっすぐ降りるためには味も先もないですからね。だから曲がる時に曲げたんですよ。今はもう硬くて曲がりませんよね。だから細いから曲がるんじゃないかってことを思う方いらっしゃるかもしれないですけど、細くても曲がりません。もう枝が硬いですから。ということは木が古いですからすごく。だから細いから年数経ってないわけじゃなくて経ってますから。非常に見どころいっぱいありますよね。いろんな枝の動きをね工夫して出してありますからね。だからやっといてよかったなっていうことなんですよね。やっとけばよかったなじゃなくて、やっといてよかったなっていう結果を出すのは盆栽なんだと思うんですよね。やっとけば今頃こんなになってたよ、あんなになってたんだよねっていうことじゃなくて、やっといたから今こうなったでしょという、その違いだと思うんですよね。でもね、
やったから早速そうなるわけじゃないもんですから、ですね、これはもうあとは持ち込みが結果を出してくるわけですから、はいはい、これは誰がやっても平等ですから、うん、1年365日は皆さん平等ですから、うん、それをどう生かすかという問題なんですよね。何もしなければそれで終わってきますから、今見栄えが悪くても何しても次のことを考えた時にこうするんですよという何かをしておけば次の段階間違いなく進みますからね。やはりこうやって今日ね携わらせていただくといろんなものが見えてきていろんな変化を楽しませてくれるんですよね。前よりもずっと味わいのいい楽しめる気に変わってきてますよ。まあ、もちろんその方も随分雰囲気変わってきたらもう枝集めてもらって雰囲気変わるよねっていうか、全部いろんなものは取りますよということでね、置いてかれたんですがね、やはり今回これだけ枝取っても何がさせられない姿にまたまとまっちゃって、あんなにつけてたらこの姿できませんからね。心拍見どころたくさんって感じですよね。そうね、満載ですよね。やはり太さ細さそういうことじゃないですよね。太い細いじゃないですよね。違いますね。そうかといってどっかえばっちゃうとダメですね。やっぱりバランスよくみんななってるところがいいですよね。まあ平均的に枝を利用するってことでしょうね、これね。まあ多少こういうところなんか枝が飛んじゃって手間伸びしてるんですけど、まあこういうところ土面もかかってきてますけどね、むしろこれがここにはめみがあった方がちょっと不自然かもしれない、これは間延びと捉えるんじゃなくて正面から見て動きとして見れますからね、そういうことをこう我々は考えて枝を配置しているわけですから、まあ、この植え替えも先月ちょうどもう1ヶ月ぐらい経つんですがね、やってあるんですよ。これはもう先月8月に植え替えてるんですが、今10月ですけど、10月の何日かな、9月、ね、その時にはもう春と同じように根を切ってますから、これ持ち主の方がいる目の前で、この大きさのものを根を切って植え替えたんですよね。そしたらやはりちょっと自分なんかとやり方違うよねっていうか、違うから良くなりますよって言ってますけどね。ずいぶん作伸びましたね、1ヶ月で。まあもうしばらくしたら肥料を与えてあげればもっと色もこれからどんどん出てくるでしょうね。こういうところの子供の動きなんて面白いですね。面白いですね。本当にぐち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 と今つけてもう本当に分けちゃってもいいくらい2つに。本当です。70ですね。70センチしかないですか。70センチですね。まあちょうどその背丈もバランス取ってるんじゃないですか。木の姿と。小さすぎるとちょっと物足りないところあるでしょうけど、ちょうどいいですね。背丈がね。いやどうも大変お疲れ様でございます。どうもどうもありがとうございました。また拝見します。こちらこそよろしくお願いします。ありがとうございます。失礼いたします。失礼します。